こんにちは、森です。ついに来ましたね、皆さん。待望の我らがカイロソフトの新作がついにリリースされました。その名も森林キャンプが丘。ゴールデンウィークだけどどこにも行けない、キャンプしたいけどできない、そんな皆さんの声に応えるかのようにカイロソフトがスッとリリースしてきましたね。前回の新作リリースが創作ハンバーガー堂で、これが2021年1月29日リリースですから、約3ヶ月ぶりの新作になりますね。28日に Google プレイ有料ゲームランキングで森林キャンプが丘が10位に急浮上。29日にはそこから3位まで上昇。さらに30日にはなんと1位にまで上り詰めました。これはすごい勢いですね。今回はこの皆さんが気になっている森林キャンプが丘についてのゲーム内容とレビューで絶賛されている理由について徹底解説していこうと思います。この動画を最後まで見ていただくと森林キャンプが丘がどんなゲームなのか、そしてどんなポイントが評価されているのかがわかるようになります。またこのチャンネルではカイロソフトやその他シミュレーションゲームの攻略検証動画をどこよりも詳しく解説しています。今後も最新情報をどんどんアップしていく予定なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では森林キャンプが丘がどんなゲームなのかについてまずは解説していきます。森林キャンプが丘は2021年4月27日にリリースされました。現状 Android 版のみリリースされており、 iOS 版はまだ遊ぶことができません。私も iPhone ユーザーなのでまだプレイできていません。 iPhone ユーザーの皆さんはこの動画を見ながら私と一緒にもう少し気長に待ちましょう。4月30日現在 Google プレイの最新評価では星 4.0、 レビュー数29でした。リリースしたばかりですが 4.0 は平均値くらいですね。カイロソフトの全61タイトルの中の平均がだいたい評価 4.1 ですから、過去と大体同じくらいの評価になってるかなと思います。今回の森林キャンプが丘は見ていただくと分かる通り、キャンプ施設経営シミュレーションゲームですね。最近はゆるキャンなんかの影響で男女問わずとにかくキャンプが流行ってますからね。キャンプ好きなアウトドアの方も、キャンプしない動物の森が大好きな私のようなインドア派の方も楽しめそうなゲームかなと思います。個人的にはキャンプはほとんどしないんですけども、動物の森も64の頃からハマりまくった人間なので、こういうシミュレーションゲームは私も大好物ですね。ゲーム内容はキャンプ施設経営なんですけども、それだけではなくアウトドアショップ経営、野鳥観察、渓流釣り、乗馬体験など施設経営以外のやり込み要素が散りばめられています。今回は結構新要素が多いですね。特にアウトドアショップ経営ではこれまでの他タイトルのように店舗経営スタイルでシミュレーションできます。キャンプ施設系シミュレーションゲームなのに店舗経営もできるというところで、一つのソフトで二つ美味しいところかなと思いました。続いて今回の森林キャンプが丘がなぜこんなに絶賛されているのか、その理由を3つにまとめましたので解説していきます。まず1つ目の理由は、キャンプ場型の箱庭制作ゲームの醍醐味が味わえるというところですね。カイロソフトは見下ろし型視点の箱庭制作ゲームというところが多くありますけども、今回も見下ろし型視点のキャンプ場版、箱庭制作ゲームに近い内容となっています。先日こちらの動画でご紹介した過去最高評価を獲得した常夏プールサイドと同じスタイルですね。これまで街づくり系、牧場経営系、また店舗経営系の箱庭制作ゲームっていうのはたくさんありましたけども、カイロソフトではプールですとか温泉とか今回のキャンプみたいな形でテーマに特化した箱庭制作ゲームっていうのを多数リリースされています。キャンプ型の箱庭制作ゲームっていうのも他にないですよね。今回はキャンプ施設経営シミュレーションゲームであり、目線としては経営する側ではありますが、キャンプ場の雰囲気を味わうことができるというのも魅力かなと思います。キャンプにやってきたお客さんや動物たちが自由に過ごしている様子を眺めていると癒されることはもちろんですけども、夜になるとテントに明かりが灯ってすごいエモい感じになります。しかも夜になると他の作品ではやることがないので、ただ朝になるのを早く待つっていう感じになってしまうんですけども、今作では夜でも楽しめる部分ですとか、夜にしかしない行動パターンがあったりとか、夜だけのイベントがあったりとかですね、夜も楽しめるっていうところも新しいですね。夜結構静かでフクロウが鳴いてるところなんかも聞こえるので、これもエモいなと思いました。キャンプが好きな人なら夜のこの感じが再現されているのは嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。2つ目は手軽な操作感です。カイロソフトはタイトルを重ねるごとに操作性がどんどん改善されてきていて、久々に昔のタイトルをプレイするとその差に驚くレベルになってきています。特に今作では縦横画面の選択、それから施設の回転移設が最初から可能になっているのがとても親切だなと思いました。施設の回転や移設は他タイトルですと
研究を進めていくうちに途中からやっともらえる機能だったりするんですけど、これが序盤から開放されてるというのは個人的にかなり嬉しいポイントなんじゃないかなと思いました。シミュレーションゲームって結構操作することが多くて、ボタンの配置とか UI がかなり複雑になりがちなんですけども、カイロソフトはお手軽っていうところがありまして、毎回触るべきボタンっていうのがかなり絞られているというところと、毎回おなじみの配置設定になっているので、あまり迷うことなくプレイすることができます。またスマホでも操作性に問題が出ないようにボタンのサイズも結構押しやすいサイズにしてもらってますね。で、前作のハンバーガー堂も、ボタンの押し間違いですとか操作性で困ることはほぼなかったですね。新作が出るたびに操作性についてもどんどん改良されていると実感しています。3つ目はサブコンテンツが多いことです。カイロソフトシリーズは基本的に同じコンテンツで安定した内容で定評があるんですけども、ちょこちょこ新要素ですとかサブコンテンツを追加しています。今回は特にこのサブコンテンツが多く、さっきご紹介した通りアウトドアショップ経営、野鳥観察、渓流釣り、乗馬体験と4つもサブコンテンツが用意されていました。以前大自然物語という観光地発展ゲームでは新要素として釣りシミュレーションを入れて全然受けなかったという過去もありましたけども、今回の渓流釣りに関してはまだ否定的なレビューを見かけていませんので、まだやってない皆さんやってないだけっていう可能性もあるんですけど、まだそういった否定的なものは出てきてないというところですね。乗馬体験は競走馬育成シミュレーションゲームである G1 牧場ステークスから要素を持ってきたのかもしれませんね。野鳥観察に関しては過去にも類似コンテンツは見たことがないので、ほぼ新要素なんじゃないかなと思いました。メインでキャンプ場が経営が楽しめるのはもちろんなんですけども、こういう飽きさせないサブコンテンツが充実してるっていうのもかなり高評価のポイントですね。特にツイッターの方ではアウトドアショップ経営も同時にするのが暇しなくて楽しいですっていう声が結構見られました。アウトドアショップ経営ではお客さんごとに欲しいものの要望項目があって、それに合わせて品揃えを増やしていく必要がありますので、まったりキャンプ場経営をしつつアウトドアショップ経営もガンガン進めていくっていうメリハリのあるプレイが楽しめるんじゃないかなと思いました。実際にレビューですとかツイッターの方もいろいろと見てきたんですけども、楽しすぎて日付またぎましたとか、カイロ好きにはたまらないですとか、新作のキャンプ場経営楽しいしうさぎが可愛いとか、あと早速カイロさんの新作で時間を溶かしております。キャンプ場とショップの経営もあって忙しい、こだわりの強い動物たちも可愛いというように、早速日付をまたいで没頭したりですとか、時間を溶かしているという方も多くてですね、ゴールデンウィークにこの新作を満喫されているという方が多いように感じました。一方でリリース直後でまだバグも多く見られるようなので、そちらだけ注意が必要です。レビューに寄せられたバグ情報もこちらで一部ご紹介しておきます。バンガローを置くと麦が逆に設置され、一替えするとかぼちゃになります。バグですか？あと2年目10月からエラーになり進めません。昨日即ダウンロードしてプレイしていましたが、今ほどアプリを起動しようとしたらエラーが出てアプリが起動できません。アプリ更新しても治りません。6年くらいプレイしたのでアプリ削除したくありません。対応願います。などと、現状確認できる範囲ではバンガローの設置で一部バグが発生しているのと、数年分プレイすると何かの、原因でエラーが発生してアプリが起動できなくなるという2つのバグが発生しているようです。とはいえ、長くプレイしていて全く問題ないというレビューも見られましたので、こちらに関してちょっと発生条件がまだ現状では不明なようです。とはいえ、カイロソフトさんはアップデートが早いので、こちらも早めに改善していただけるんではないかなというところを期待しつつ、これからプレイする方はこういうバグが発生する可能性があるということを見込んで購入するように気をつけましょう。はい、今回はカイロソフト期待の最新作タイトル、森林キャンプが丘のゲーム内容と、なぜこんなに評価が高いのかという理由について解説していきました。昨今の状況から外に遊びに行けないという世の中の不満をこういうゲームで解消しようとするカイロソフトさんはさすがだなと改めて思いました。このゴールデンウィークはお家でカイロソフトのゲームをやり込んでみるのはいかがでしょうか。今回はですね、森林キャンプが丘のみをご紹介しましたけれども、過去動画で有料版ソフトですとか無料版ソフトのそれぞれ人気ランキングをこういう風に作ってご紹介してますので、またゴールデンウィーク中にやるソフトが決まってないよっていう方はぜひこちらの動画も見てやってみたいなと思うタイトルを探してみてほしいなと思います。
もしこの動画が面白いと思ったら、今後もカエルソフトやシミュレーションゲームの攻略検証を紹介していく動画をどんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、いつもコメントくださる皆さんもありがとうございます。早速、森林キャンプが丘プレイしてみたよっていう方がいれば、ぜひプレイしてみた感想をコメント欄から教えてほしいです。では、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。